前回の配信がなんだか好評で、いつもと動き方が全然違ったんですよ。ものすごい再生が早いんですよね、回転が。まあなんかバズっちゃったみたいな感じになってまして。やっぱりこういう配信の方がみんな好きなんだな、ということが見えてまいりましたんで、はい、ちょっと、サンガ乗りをもうちょっとだけこの間の続きをやろうかなと、思っているんです。はい、サンガのように、ちゃんとね、衣装整えてだとか、環境整えてじゃないですけども、資料を出すとやっぱりわかりやすいよね。はい。ということで、やっていきたいと思います。ちょっと待ってね。いつものごとくね、これが、やりづれんだよ。今日もあれかなリップシンクが合ってないのかな、若干ずれてたとしても、勘弁してください。はい。じゃあちょっと準備をしますね。どれだこれか。よし、また共有するよ。はい。出たかな出てればいいな。はい。出たね。はい。では、行きましょう。よいしょ。はい。この間、ここの話で終わったんよ。幸せの見出し方。はい。これ伝わったかなで、今日はここを深掘りします。はい。まあ、ほとんどの人が陥っている世界観っていうのが、まあ、今日の世界観なので、そこでみんな、一番そのね、意識が冷たい、もう氷の層の、幸福感の見出し方をしちゃってるよっていう話なんですね。で、それが、この間話した願望分の実現っていう公式で導き出された、幸福感。で、みんな知ってるかな僕、一応作家としての顔もあるんですよ。ねで、そこで、まあ、一回ちょっと共有、閉じようかな。あの、本出してるのよ。で、世に聞いたこの世の仕組みとかさ、そういうのはまあ見たよって言ってくれる人多いんですけど、それ以降の本の方が、より僕が伝えたい世界観にどんどんね、なってってるんだけど、そういう方はあんまり売れてないのよ。ね。やっぱり他のね、今日の世界観に合わせた話し方だと、ああ、なるほどねってなりやすいんだけど、ちょっと次元の違うところの、お話をするとですね、よくわかんない、あるいはつまんないっていう風になっていくんですね。はい。なんですけど、とっても大切なことなので知っていただきたいなってのを今日やりたいんですよ。まあタイトルに出しましたけど、本日のテーマは、幸せの見出し方というテーマです。はい。で、まあサンガの方でね、タオをベースに、お話進めてるよっていうことをしたんですけども、ね、そのベースにしてるのが、私が以前ですね、老子道徳教を跳躍した、マスターからの手紙っていう本、未だ、流通してますんで、よろしければ知らない方、今日の話に関心持っていただけたら、手に取っていただきたいなと思ってます。はい。小学館から出てます。はい。マスターからの手紙。まあ、老子がね、残した老子道徳教を、ベースにお話ししてるんですけども、今日はそこをちょっとね、一部ご紹介する形でやっていきたいと思います。もう一回戻そう。はい。で、これだね。よいしょ。はい。では、はい。
一章から順々にね、やっていくっていうのは3月ですけども、今日はここから行きたいと思います。第44章ですね。はい。せっかくなので、出して朗読したいと思います。老子道徳経第44章。名声と命とでは、どちらが大切なものだろう。命と財産とでは、どちらが切実なものだろう。得ることと失うことでは、どちらが煩いになるだろう。人は人生の中で心を満たしてくれそうだと思うものにたくさんのエネルギーを注ぐ。そして大抵の場合は、名誉、財産、知識、友人。その対象が何であれ、より多く得ることが幸せにつながると信じている。心を刺激してくれるあれこれにすっかり魅了されている。欲というのはそういうものさ。そして人は様々な欲求を実現するために作為や取引の世界に身を投じる。だけどね、ここで君自身の半生を振り返ってみよう。これまでにたくさんの欲求、満たされなさが生まれ、それを補おうと様々な物事を獲得、実現してきただろう。それは君が獲得、実現できれば満たされる、幸せになれるはずだという思いがあったからだよね。で、その結果はどうなった？確かにその時は満たされたろう。幸せも感じられただろう。でも残念なことにそこで得られた幸福感は永続していない。獲得したにもかかわらず、そのためにいろいろな苦労や投資といった代償を繰り返したにもかかわらず、元の満たされないという心境に舞い戻っている。人は何かを獲得した状況や何かが改善された状況にあっという間に慣れてしまう。そしてそこで新たに生まれた欠乏感は以前より大きな刺激を得なければ解決されなくなっている。刺激に慣れればより大きな刺激を望むようになる。もっと、もっと。こうして欲はより大きな欲へと姿を変えていくんだ。そのループの中でハードルはどんどん高くなり、欲が増すごとに乗り越えることが困難になっていく。実現するために必要な代償も雪だるま式に増えていく。満たされなさを補おうとしたあれこれが、より大きな満たされなさを作り出していく。だからこそ、満たされるとは何かを知るということが大切だ。充足の中に屈辱は生まれない。刺激中毒にブレーキをかけられたなら、すっかり不干渉気味になっていた本来の感性が呼び覚まされる。そうすれば、いつまでも安泰でいられるよ。はい。ということで、こちらがですね、老子道徳経なんですよね。全然オカルトだとか、なんか宗教臭いだとか、そういうことないでしょ？言われてみれば、あーってなることを指摘してくれているのが、タオの世界なんですよ。ねえ。で、樽を知るって言葉も聞いたことがあるでしょ？なんだけど、この樽を知るっていう言葉は、ね、教、妙、玄のまた玄という、その意識の層の中で、玄というちょっと奥深い、いわゆるノンデュアリティが理解できている、世界観でのお話なんですよ。そこの意識状態になっていないと、樽を知るという言葉の本来の意味がつかめないんです。また今日の現実にその言葉だけを持ってきて、樽を知る。ね。ああ、大事だな。
ね、欲張っちゃいけないんだな、ということで、相変わらずですね、今日の現実で使っている、幸せの見出し方の中で、この樽を知るを実現しようとしてしまうんですよ。で、もう一度先ほどの、比較表をちょっと見ていただきたいんですけども、よいしょ。